いかがだでしょうです。今回の BVS アーリーアタックスということでね、日本対戦ですね。なんとね、日本人のね、コマくんっていう人がいるんですけどね、僕のクランリーグの企画にも出てくれたりとか、昔ね、UOL とかね、いた人がね、アーリーアタックスに加入いたしまして、今ちょっと海外のクランでやってたと思うんですけど、アーリーアタックスに参戦して、またメンバーがね、変わっての対戦になります。早速やっていきましょう。ファーストアタック、ピーカスナビから、ルートライダーはバンされてない対戦ですね。ターンホールが真ん中の配置。10日弊社型。タイムは1分13秒で終わるようです。さあ、ベビドラキング。反対サイドは10日弊社。キングクイーン同サイドですね。お、3時カードからスタートしていきます。ルートライダー。で、ジャンプをキングのために打っていって、ここガントレット強い。からスーパーバーバリアンも、外周部かなりテスラじゃない、巨爆も置いてますね。で、ウォールブレーカー開けて、ジャイアント使うことで、このマルチアーチャーターからのターゲットも分散していくっていうことですね。うまい。から、トーム入れてって、タウンホールは何で見るんですかね。余ったやつが最終的にタウンホール進めって感じかな。本体がもうこれはもう届きそうですね。で、12時からも使ったルートライダーロイちゃんパートも、四隅から各方向からね、飛ばして、なんかいろんなユニットを挟み込んで攻めていくっていうようなプランニングなんですけど、最近はこうしてなんか、ルートライダーにヒーローを混ぜない形も増えてますね。キングクイーンを6時に使っちゃって、ロイヤルチャンピオン12時ってなると、ウォーデンしかね、ルートライダーに使わないので、ルートライダーの進軍でもうそのものタウンホールまで飛ばしてしまえっていうプランニングですよね。届きましたね。ナイス展開。さあ、ひろやさん出ましたね。時間のかかる配置、ルートライダー編成ですが、1分30秒ちょっと、10日弊社キング、ジャイアント。で、9時の方からクイーン展開。スーパーバーバリアンも使って外周部削っていきます。で、ベビドラ。まあ、この辺はね、空に対応する防衛説があるかないかで、ベビドラなのかスーパーバーバリアンなのかを使い分けるといいかなと思います。さあ、キングジャンプ型ですね。やっぱこれ流行ってる。強い。で、この辺、スーパーバーバリアン削っていくことで、ガントレット、その対地だったり、超団逮捕だったり、マルチアーチャーターのところ、これ強いね。頑張って削ってほしい。佐藤弊社からスーパーホグが出て、残った浮いたね、この、空時のマルチア ET のところには、ロイヤルチャンピオンを差し込んでいく。東海弊社から出たペッカとかもここ一緒に内側入ってるの強いな。で、クイーンの方にウォールブレーカー入れて、もう一枚一応ウォールブレーカーあるんですけど、これモノリスの方になかなか寄りづらいですね。ようやく向かってくれました。で、ロイヤルチャンピオンが気づいて相手のヒーローを潰しつつ、裏のおでん像にも使いつつ、まあ3時のマルチ IT の方がまあ対応策がなかったので、ここが終点残っちゃってますね。まあやっぱり、この時間かかる配置なので、まあモノリスマルチ IT っていうところが、やっぱ孤立してるので向かいづらかったっすね。まあ最終的には余力があるので、これで全開まではしっかり押し切っていきますが、まあ9時はロイヤルチャンピオンが最初から出せて、6時の方は10日弊社のホグ。で、モノリスも時間がかかりましたが、向かってくれて、3時も、まあ対応策はないので、こうして最後、待ってきての全開ですね。高妻くん、ルートライダー、2手目行きましたね。全開率もかなり高いですね。オーバーグローとジャンプ両方使っていくやり方になります。9時から一気に全出し、キング入って、12時は東海弊社とクイーンを同じサイドで使ってきましたね。で、キングのためにジャンプを置いてます。ここ、まあ、やっぱ長弾大砲とかをキングに拾わせるっていうのが強いですかね。やっぱ陸の編成において長弾大砲が今やっぱ強い防衛施設の一つなので、まあ、モノリスだったり、長弾大砲だったり、マルチアーチャータワー、まあ、この辺が壊せるとね、一番いいかなっていうところですね。長弾大砲強いよね。食い火してても嫌だもん。ロイちゃんはロイちゃんと戦って、嫌な巨爆2発、ロイちゃんは能力解放させられちゃいます。さあ、ここは真ん中の方がね、オーバーグローで隠されてる間に、いろんなとこ削って、タウンホールに備えたい。レイジフリーズスケルトン1枚ずつしっかり手元に残している。さあ、ここで、タウンホール区画が現れた。スケルトン、レイジ、フリーズ、すべての呪文を最後に合わせていって、
戻っていくタウンホールの方向へ。終点タウンホールですね、完全に。すべてのユニットが襲いかかります。タウンホールは範囲攻撃といえ、投石もありますが、それ以上の数で押しての全開ですね。ナイス。アキレスもジャンプとオーバーグロー型。さっき攻めてたカズマくんのと同じような感じで、2時にね、この金庫ってあることで、イーグル砲のところに防衛施設がないので、サイドにそれちゃうっていうところを利用して、一面出しっていうところで、反対サイドをキングジャンプで担当するみたいなプランニングですね。で、9時から10日弊社がもう完全に別動隊として使われてます。で、真ん中オーバーグロー。だよね、ガントレットね。やっぱこれ、長弾大砲のターゲットをキングに拾わせて、ルートライダーにダメージ入れさせないっていう使い方が強そう。ウィザード一体も持ってきてないんだ。この金庫の回収方法がないじゃないか。そしたら、ウィザード持ってきたいところですね、ここは。今のあれってやっぱ時間勝負にもなるんでね、防衛施設だけじゃなくて、通常の施設の回収の仕方っていうのを考えておいた方がいいのかなと思いますね。ロイヤルチャンピオンが、ここは能力解放、スーパーバーバリアンで合流して金庫の壁を開けようとしてますね。で、穴開けしたので6時の方食い火回ってきて、スケルトンの呪文でもここは守っていきます。スーパーバーバリアンが壁を破ったので、金庫の方は回収していきます。さあ、スーパーガーゴイルの方がモノリスまでとは突破できず、あれ意外とやばい。さあ、ここはモノリスの方のターゲットをバーバリアンが拾ってくれて、おでんがやってくる。ターゲットはウォーデン。さあ、ゴブリンの方も出して、このモノリスのターゲット分散しようというところ。スーパーバーバリアンはこれはモノリス。ターゲット拾ってくれそうですね。クイーンが壁を殴ってるんですけど、一番レベルの高い壁を殴っている。コスパ悪い。レベル低いとこ殴れよ。さあ、これたどり着きまして、クイーンようやくモノリスターゲット取った。しかもここでのターゲットもスーパーバーバリアンが拾ってくれたので、金庫側からスーパーバーバリアン出したことで、むしろ今最後ね、盾になってくれましたね。今の地味にブラジル人対決でしたね。ピーカス VS アキレスというところで。さあ、ガック、51天才ラバル。時間もだいぶ早そうです。おわー、出たー。うおー、12時角何やったそれ。全部消えた。来ましたね、ジャイアントロー。51。51 なら、そうだね。マルチ IT とポイズンター潰していきます。いやー、だいぶ削ったね。一気のラバストライカートム。イースト。で、タウンホールの方には突撃艦しっかり合わせていって、ダメージも入って、ここはスニゴブラバハウンドが入っているので、タウンホール確実プラスラバハウンド生み出し。で、反対サイド、ロイヤルチャンピオン能力解放十字側ですね。で、2時の方はラバルで突破していくという形。さあ、転載しなかった真ん中マルチが残ってる。微妙。さあ、ここは、削りを入れて、あとはスケルトンの呪文とポイズンと、防衛援軍もね、無視するようなラバルパートの展開だったので、いやー、ナイス、ジャイアントアローでしたね、これは。12軸角も、対空砲プラスのなんかが入ってたと思うんだけど、角度完璧だね、今の。気持ちいいジャイアントアローでナイス全開。スミスいますね。スミスは、アーリーアタックスやビルダーとして6人目のね、選手として多分いると思うんですけど、いろいろメンバー並行とかもあった結果なのか、ちょっとメンバーが、今回日本人4人採用のアーリーアタックスのメンバーになってますね。なんかリゴが外れるのか、あともう一人、どこの人なんだろうあれ。マラーウィみたいな、なんかそんな感じの、モハメド・マラーウィみたいな人がいましたよね。なんか名前はエジプトっぽい名前だけど、どこの人かわかんないです。オーバーグロータウンホールのところかけていって、キング気づいたクイーンの方へ進む。強いね。スミスもね、クランリーグのね、日本最強の15人として一緒にやってるし、なんならはぐれとかその辺から一緒にやってたメンバーなので、一切顔出しとかでそういうのは出さない人なので、世界大会に出ることはないと思うんですけど、なので、もう一人、そのままモハメドさんが出るのかどうかわかんないですが、アリアタックスも今後またちょっとね、大会のたびに
メンバー変わったりするかもしれないですね。ここはガントレットしっかりタウンホールまで温存してたやつ合わせつつ、クイーンの方もこれは、しっかり残ってくれていい全開ですね。さあ、星3、53天才。やっぱルートライダーも解放されると、お互いにレベルも高く、時間も早いいい全開が生まれますね。まあそもそものね、レベルも高いんですけど、当然。53天才ですね。あんまルートライダー関係ない人なので、星さんは。おー、テスラ美味しい。テスラがたくさんある。フルブレッカー、ちょっと、穴開け遅れましたね。珍しいミス。ちょっとこれは、痛くつくか？陸助もたくさんありますが、まあ、キングのガントレット中だったので、そんなには影響が受けないところ。9時からラバルパートスタートです。クイーンの方はクローク最低。まあ、マルチアイ、ここまで突破できれば、まあまあまあって感じかな。さあ、いいトーム。ガーゴイルもたくさん採用してますね。ここは、防衛軍にストライカー出てきたんですけど、ガーゴイルも一緒に対応してました。クイーン処理の方も、ヒーリングトームのおかげでここポイズンタワー受けながらのストライカーも届きました。クイーンは落ちるフリーズ打ってロイヤルチャンピオン6時からも能力解放入ってます。で、上がラバルパートで見ていきたいって感じ。ヒーラーがロイちゃんスライドしたことで若干ここ回復できるの偉い。偉いこのヒーラー。さあ、なんとか中央部分まで進みまして、ロイヤルチャンピオンフォックスのおかげで隠れつつ、バルーン集まっていく。キングそれちゃったんだけどね、やっぱさすがのリカバリー力ですね。まあ昔を考えれば確かに星さんのスーサイドパートってどっかしらが、ね、ズレが起こってからの全開のアタックも多かったんでね。さあ、新加入コマくんということで、オーバーグローは入らない形のルートライダー編成になります。ルートライダー大喜利みたいな感じの環境なんでね、どんな配置でもルートライダーで攻めるっていうのが最適解になっちゃってるからね。でもしっかりそれで全開取れるのもさすがだし、どんなに強いユニットとはいえね、ルートライダーで全配置を全開しなきゃいけないっていうのはなかなかしんどいですけどね。クイーンの方の道を作ってスケルトンの呪文、反対サイドはキングサイドカット、ジャンプとかは特にないので、オールブレイクもつけないんだね。十字側に。つけても良さそうだけどね。繋いで良さそうだよね、これ。さあ、一気のトーム中央部。これ強いね。中央入ってここオーバーグローかけない形ですね。10日弊社かな出てきたここは。スーパーホグが盾になってくれていて、ロイヤルチャンピオン10時から。やっぱこれキング穴開けしてよかったんじゃないかな。2枚採用でもよかった気がします。3枚か、ウォールブレーカーだから。トータル。キングに2枚、クイーンに1枚。ワンチャンクイーンにもう1枚使ってもいいかまであるね、ここ。ヒーラー使うなら。ヒーラー人形ね。ロイヤルチャンピオン能力残ってるんだけど、スケルトンがいるのでちょっとまだ使いづらく、ここで解放していきました。中央はもうかなり火力も、てかタウンホール区画ね、ポイズンタワーとかもどっぷり浸かるような当たり方はしてたんですけど、全然残りましたね。さすがルートライダー。さあ、ここまで全員全開ということで、さすがにレベルが高いですね。もう知ってる人たちが多いので、僕も楽しい対戦です。さあ、ナイス全開ガーサス。さあ、最終アタック、クラウス。これはまた、タコウォーデン来ましたね。タコウォーデン。なんか、またインビジブル使ってタウンホール突破するやり方になりそうかな。ガーゴイルとか、ラバハウンドとかなんかいろんなものも入ってますね。裏はラバルで回収するようなやり方。さあ来ました。オデヒーからスタート。で、オデヒーのね、削れなかったこの跡地をしっかりウィザードで回収する。このタコがね、防衛説殴って、外周部ウィザードで回収して、このレイジジェムもあるんで、ウィザードの火力も上がるのもいいですね。ダッシュ毒だからね、マジで、このウィザード。さあ、ここはインビジブル消していって、ドカーンクエイク削っていく。さすが。
で、ここから合流のウッドランチャー投げるのか、で、タウンホール勝手にランチャーのダメージで落ちますよ、みたいなニュアンスってこと？ジャンプか。なるほど。ランチャー変えるのかな、ワンチャンこれ。変えても良さそう。ヒーローで落とせるっしょ、タウンホール。なんかボマーかなんかに切り替わってどっか疲れる？さあ、スケルトンの呪文が。あ、それでもランチャーここから行くんだ。で、ラバルパートが9時からスタートしていきました。スケルトンポイズン。援軍のターゲットをそっちに止めたいって意味もあんのかな、これ。だったらめちゃくちゃうまいな。これめっちゃ考えてるね。防衛援軍がヒーローに行かないようにリックスケルトンを割いたことで、アイゴレがずっとね、スケルトンをターゲットして、これヒーローが捕まらなかったので、ヒーロー伸びたよっていうスケルトンかな、今の。それいいスケルトンだね。さあ、これは、パーフェクト全開ラストしっかり決めていきます。まあ、ファイヤーボール編成もね、やってること難しいからね、PS だいぶいる編成なんですけど。まあ、ルートライダーよりは圧倒的にやる工程とかね、考えなきゃいけないこと多いからね、さすがだね。さあ、やったくん、これタイムも早いですね。さあ、ルートライダー編成3時から、ジャンプと、クエイクが1枚入ってますね。クエイク。タウン起動ができないのでクエイクで揺らしていこうってことですかね。さあ、ジャンプ一機のトーム。これキングにもトーム入るいいジャンプトームですね。で、ここはレイジ、フリーズ、クエイク、タウン起動、インビジルターがここは発動させる前に突破していきました。当然です。効果弊社に合わせて12時、ロイヤルチャンピオン。クイーンはキングはジャンプ、まあ飛んだけど戻って外まで行くという、まあ内が入ってほしかったですね、これは。ロイヤルチャンピオンの方にレイジを置いて、クイーンがジャンプの方に戻ったんでね、キングの役割をクイーンが担っております。ヒーラー人形もついてるので、ここは回復してくれつつ、終点へ、強い。これで両者パーフェクト全開タイム勝負という形になりました。はい、というわけでね、終わりまして、15対15。まあ、さすがですね。パーフェクト対決だったんですが、タイムの方は1分21秒対1分32秒ということで、11秒差での勝負に差になっております。11秒 ×5 でね、55秒トータルで差があるってなるので、だいぶ差はついたね。1分近くの差あって、確か2分ぐらいの前回がね、1本あったかな。アキレスだったかな。まあ、アリアタックス側はね、コマくんが新しく加入してっていうところで、また、この辺のね、メンバー調整だったりとかも楽しみ。まあ、5月のね、世界大会予選のね、ファーストっていうか、最初のね、ラダーのところもまた始まったので、その辺も楽しみにしていきたいですね。はい。だけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でしましょう。さよなら。